今僕が手に持っているこの下面ですね、下面というか、ここをねなるべく水平に近いか、せめてこう水平でもいいし、ちょっと斜めでもいいんですけど、揃ってる、こうデコボコしない。目がね、これ目の向きちょっとみんな斜め上に向いてるの分かりますかね。どこも全ての目、これ気をつけてねちゃんとやってるんで、ほぼ角度一緒ぐらいだと思います。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回はですね、枝をきれいに見せる、ちょっとしたコツみたいなのをご説明させていただこうかなと思います。本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジン引き続きやっております。説明欄からですね見つけていただいて、メールアドレス登録していただいたら定期的にねお役立ち情報が入ってきますんで、ぜひそちらでも勉強してもらったらなと思います。で本題に戻ります。これまずそうですね、枝をきれいに見せる、ちょっとしたコツということで、これ針金かかってる状態で、僕がこうきれいにね揃えてみたんです。枝がきれいに見えるように。はい、これをですねいろんな方のね針金かけ初心者さんのですね見てたら、意外とこの揃える作業もできない方が多かったなという印象を受けてですね、ちょっと動画にしてみようかなと思うんですけど、まずそうですね、何点かな、2点かな、2点コツをちょっと今回ご紹介ということで、1つ目がこの今僕が手に持っているこの下面ですね、下面というか、ここをねなるべく水平に近いか、せめてこう水平でもいいし、ちょっと斜めでもいいんですけど、揃ってる、こうデコボコしない。じゃあ逆にデコボコしてる状態ちょっと今わざと作ってみますね。例えばこれが一つがこうちょっと下行きましたとか、これがちょっとここだけちょっと上行きましたとか、こうデコボコここだけさしてみましたけど、要はこの下がガタガタね、下の面がガタガタするだけで他と比べてあんまり綺麗じゃないことないですかね。はい、逆に言ったらね、この下面をねちょっと見ようかな、ちゃんと揃える。僕結構ここが水平の方が好きなんで、この両肩をねちょっと気持ち下げ気味にしたらね、ちょうど水平っぽい感じで、水平の塊がいっぱい集まって木の全体のバランスを取るというとこになるんですが、はい、このね下を揃える、これだけで結構きれいに見えますんで、これから針金かける方はそこを意識してもらったらきれいに見えるんじゃないかなと。上はねちょっと多少ボコボコしててもね、そんなこれもきれい揃えてますけどね、上は多少ねなんか縁ですよ下がデコボコしてるとね途端にきれいに見えなくなるなと思います。はい、これが1点目で、もう1点目がね、これ目の向きちょっとみんな斜め上に向いてるの分かりますかね。どこも全ての目、これ気をつけてねちゃんとやってるんで、ほぼ角度一緒ぐらいだと思います。ただこの辺だけはね、てっぺんのあたりだけはちょっと特別なんで、真上向いたりとかぐるっと持ってきたりとかね、いろいろありますけど、だいたいこっから下はほぼ同じ角度でちょっと少し斜め上に向いてると思います。これもねやってみようかな。これね、こういう人おられるんですよ。斜め上向けずに、その針金の枝のままねこう上に向けずにね、こうね斜め下ぐらいに向けるような感じ。この枝だけやってみますね。こんな感じ。ちょっとあれだな、だいぶ針金が効いてきてるな。斜め下とかね、よいしょ
あえて悪い方にするのが難しいですけど、こんな感じでね、はい、ちょっと下にもっと下に向ける人たまにいますけどね、こうするとねなんかペタッとした感じになるんですよね。他の枝見てもらったらちょっと枝少ないなりにでもふわっとあると思うんですけど、こうちょっと上向いてるのこう下に向けちゃうとね、なんか直線的でペタッとした感じでね、綺麗に見えにくいですね。はい、だからこことちょっと前見えるか、この辺とね他のとこ比べていただいたら、だいぶ差が分かるかなと思うんですけど、これでも多少斜めに上上がってるとこあるんで、とことん変な感じにならないですけど、はい、これをちょっとね、また後で直そうかな斜め上にね、これがいい状態ですよ。ちょっと斜め上向けたらしっかりこう葉っぱがまんべんなく見えてね、はい、綺麗に見えるんじゃないかなと思います。はい、今日のところはですね、とりあえずコツ2つだけにしときますね。他いろいろあると思いますけど、針金かける、枝の剪定する時も今のそのイメージで、例えば下にビヨーンと垂れ下がってるような枝をもう切って取るとかね、ハサミだけの時でも意識は一緒です。考え方は一緒です。はい、で横になんかだらんと下がってるよりかちょっと上に向いてる子だけを選びながら、輪郭等間隔も揃えながらってあるんですけど、そうですね、下面を揃えるのとちょっと斜め上って意識して剪定してあげたら綺麗にもなりますし、針金かける時もそういう感じでやってもらったらね、綺麗に見えます。それをするだけでも全然変わってくるんで、はい、その2点ね守っていただいたらだいぶ良くなるんじゃないかなと。はい、これから分からん、これが動画が上がってる頃がちょっといつか分かんないですけど、冬の間ね針金かけれる時期、かけやすい時期なんでね、そういうとこ注意してみてやってください。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。